こんにちは、大井です。こんにちは、ひなです。今日は2026年4月2日に行われた AFC U20 女子アジアカップ対2026日本対インド戦の試合についてインドサポーターと話していきます。U20 のアジアカップが始まったね。そうだね。この大会について詳しくはこの動画で説明していますので、こちらで確認してください。日本は上井選手が怪我で離脱しちゃったって聞いたけど。そうなんだよ。1年前に浜野舞香選手の離脱で代表に追加招集されたこともある新庄美春選手が離脱しちゃった。それは痛い離脱。しかも A 代表のトレーニングマッチでデビューを果たして代表初ゴールもしてるんだよね。それはいないの残念だね。でも今いるメンバーもやってくれるって信じてるよ。そうだね。みんなで応援しよう。日本頑張れ。今回はインドサポーター代表のスニルくんとリモートをつないでるよ。ナマステ。ナマステ。スニルくんよろしくね。じゃあ現地のリアルな反応教えてほしいな。任せてください。それでは早速、試合前のインド現地の雰囲気についてスニルくんに聞いていこうかな。日本との試合前、インドのサポーターはどんなテンションだったの？全体的にはかなり前向きだったよ。まずシンプルに、頑張れ、行こうっていう応援がすごく多かった。まずは純粋に後押しする声が多かったんだね。そう。でもただ応援するだけじゃなくて、日本戦はタフで難しい試合になるって見てる人もいた。そこはちゃんとわかってる感じだったね。じゃあやっぱり、簡単な試合じゃないとは思ってるんだね。でもその上で、自分たちの力を見せてほしいっていう空気があった。そこが結構良かったよ。日本の強さは認めつつ、しっかりぶつかってほしいって感じなんだね。まさにそれ。あと今回は若いチームだから、純粋にプレーを見るのを楽しみにしてる人も多かったよ。いいパフォーマンスを期待してる感じ。若い代表をちゃんと応援してるんだね。若い代表を見るのはレイ代表とは違う楽しさがあるよね。結果だけじゃなくて、このチームがどんな試合をするのか見たいっていう期待があった。いい雰囲気だね。あともう一つあったのが、スタジアムとか会場の環境だね。こういうスタジアムがインドにも欲しいっていう反応もあった。確かにすごい大きい会場だよね。試合前はこれぐらいだね。じゃあ試合開始だよ。前半終了して1対0だね。スニルくん現地はどう？正直かなり前向きだよ。まず一番多いのは、相手が日本なのに前半1-0なら全然悪くないっていう驚きだね。私ももっと点入ると思ったからちょっと意外。確かに数週間前の A 代表で11対0だったのを考えると、その見え方にもなりそうだね。しかも内容もちゃんと評価されてる。パフォーマンスいいじゃんって声もあるし、このチームすごいって見てる人もいた。インドは守るだけって感じじゃなかったしね。そうなんだよ。特に、日本相手にハイプレスしてるのが熱いっていう反応はかなり目立ってた。前はそんなの願うしかなかったのに、今は実際にやれてるじゃんっていう感じ。1失点だしちゃんと戦えてるって見てるんだね。まさにそれ。だから前半終わった時点では、思ったより全然やれてるって空気がある。じゃあ後半に向けてはどんな声が多いの？そこはわかりやすくて、今の流れを続けてほしいっていう声だね。よくやってるから、このまま最後まで勢いを切らさないでほしいっていう感じ。このまま続けてほしいってことだね。あと、もっと自信持っていい。今のプレーは悪くないから、あとはボールをちゃんと入れていこうっていう感じ。インドのチャンスもあったもんね。あった。チャンス2本あったのにって悔しがってる人もいて、だから内容はいいけど、決めるところ決めたかったっていう人がいるんだよね。あともう一つ出てたのが、日本との差を感じながらも、今の戦い方には価値があるって見方。それどういうこと？まだ学ぶことは多い。設備とか環境の差の話をする人もいたけど、今この時点では、日本相手にかなり戦えてるって見てるんだよね。この前半にはちゃんと手応えがあったんだね。そう。今この試合だけ見たら、全然悲観一色じゃない。むしろ、ちゃんと食らいつけてるっていう前向きだよ。今の前半は評価してるんだね。そうだね。日本は優勝候補レベルでその相手に対してこの前半なら十分気持ちは上がる。だから楽しんで戦ってほしいっていう応援にもつながってるんだよ。じゃあ前半は思ったよりかなりやれてるし、内容もいいし、後半まだ期待してるって感じだね。本当にそれ、ポジティブな意見が本当に多いよ。いいね。ハーフタイム時点ではかなりポジティブに見られてたのが伝わってきたよ。少なくとも前半終わりの時点では、全然下を向いてない。むしろ、これ後半まだいけるぞって感じだよ。じゃあ後半見ていくよ。
試合は6対0でヤングなでしこの勝利だったね。後半だけで5点入れちゃったね。インドサポーターはどんな感じ？まず一番大きいのはやっぱりこれだね。前半あれだけやれてたのに、後半で一気に崩れたってことへのショックだね。1-0からあそこまで行くとは思ってなかったっていう声がかなり多いんだよ。やっぱそこなんだね。後半は完全に別の試合だった。あれはきついっていう声が多いね。前半1対0だったもんね。そうなんだよ。日本は普通にレベルが違うって見てる人が多い。層も厚いし、交代選手でも走り切れるし、点取りたい時に取れるチームっていう評価。日本はアジアでもトップクラスだし、あのレベルとやるとこうなるっていう受け止め方はかなりあるよね、やっぱり。選手に対しては何か言われてるの？はっきり言われてるのはスタミナだね。90分あの強度を保てないっていうところ。前半は良かったけど、後半で落ちたってことを挙げてる人が多い。サッカーって90分のスポーツだもんね。そうだね。それに加えてもっと大きい話もあって、トレーニング、施設、サポート、資金、その辺が整ってないからこうなる。育成とか環境の差だねって言われてるんだよね。アジアとやるとよく出る話だね。今はなんとか戦えても、このままだと差は広がるっていう不安も出てたんだよ。確かに A 代表だともっと点差ついてるもんね。ただそれでも全体がネガティブ一色ってわけじゃないんだよね。今回は仕方ない。強い相手だった。でも次に生かそうっていう声も多い。まだグループリーグは2試合あるしね。そうだね。負けたけど誇りに思うとか、次はもっと良くなるっていう応援はしっかりある。完全に見放してるわけじゃないんだよ。負けた時こそ応援だよね。あともう一つ特徴的だったのは、ネガティブな反応に対して怒ってる人もいたこと。笑ったりバカにしてる人に対して、それは違うだろっていう声。負けたのは事実だけど、ちゃんと応援しろよっていうスタンスの人も多いし、でも逆に現実は受け止めるべきっていう人もいる。この辺は結構分かれてたね。なるほど。考え方は人それぞれなんだ。そうなんだよね。インドではこんな感じだよ。スニルくんありがとう。日本はやっぱり強かったよ。オーストラリア戦と台湾戦頑張ってね。ありがとう。チャロバイ。チャロバイ。ちょっと部屋の準備ができてないから今日はこの部屋でアフタートークだよ。最近忙しいもんね。それとハーフタイムのスタッツ保存するの忘れちゃったから試合のスタッツだけ。インドのシュートは1本で終わってみれば圧倒的だったね。それでこれがグループ C の1試合目終わった後の順位。もう一つの試合はオーストラリアが5対0で台湾に勝ったよ。得失点差で日本が1位なんだね。順位は得失点差の前に直接対決が反映されるんだけど、オーストラリアとの試合で同点だった時のためにオーストラリアより得失点差は稼いでおきたいよね。次は5日。日曜日の20日に台湾戦だよね。そうだよ。ここも大量得点しておきたいね。台湾対日本って書かれてるってことは、もしかしてアウェーの新ユニフォーム着るのかな？もしかしたらそうかもしれないね。インド戦見て私タボちゃん好きになったんだけど、葵ちゃんは今回誰か好きな選手いるの？私は古田麻子選手だね。8番の水色のスパイクの選手の子だ。よく覚えてるね。多分前半は水色のスパイクその子だけだったんだよね。そんなところまでは見てなかったよ。すごいでしょ。日本の選手は黄色と水色と白とオレンジのスパイク履いてるけど、ボールに色ついちゃわないのかなって思いながら見てた。あのスパイクの色って選手が好きな色履いていいの？いいんじゃないのかな。そんなこと考えたことすらなかったよ。スパイク事情知ってる人いたら教えてください。じゃあ今回はこんなところだね。台湾戦も頑張れ。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。